4、基本的人権。これまで見てきた社会では、支配する者とされる者に分かれ、民主主義なんて思想はありませんでした。ここからは、この民主主義成立の過程を、こちらの3つの視点からお話ししていきます。歴史の流れに合わせてお話ししますが、詳しくは歴史分野で説明しますので、そのための伏線として勉強してください。なお、くどいようですが、母語で学習した留学生が大勢いると思いますので、ここではあくまでも日本語の学習と考えてご覧ください。また、難しい日本語の単語のプリントをコメント欄からダウンロードできるようにしていますので、よかったら参考までにダウンロードしてください。では、行きましょう。はい。一つ目。自由権。18世紀の出来事です。市民革命。国家からの自由。近世の絶対王政は、たった一人の王様が全人民を幸せにもできるし、不幸にもできる制度でした。人民がそこから自由になるための自由権獲得は市民革命の歴史でした。市民革命。国家権力の介入や干渉から自由になるために市民たちが革命を起こすのです。イギリス。まずはイギリスから始まります。1、マグナカルタ。1215年。中世ヨーロッパのイギリスというよりもイングランドにジョン王。こちらですね。ジョン王という王様がいました。この王様は典型的な暴君でした。暴君というのは人々を苦しめる王様のことです。その暴君がよくやるのが逮捕公金権の乱用と課税権の乱用。要は自分に反対したり自分が気に入らない人間を牢屋に入れたり処刑したりするのが逮捕公金権の乱用です。そして自分の勝手な都合で税金を取ったり増やしたりするのが課税権の乱用です。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。なんて言って友達のものを取るいじめっ子キャラが日本のアニメにいたりしますが、まさに暴君ですね。それまでのイングランドはヨーロッパ大陸、現在のフランスあたりにも広大な領土を持っていました。ところが、このジョン王は戦争に弱く、その領土の大半を失ってしまいます。そこで、ジョン王は戦争のためにさらに重税を課しました。税金を増やしたということですね。それに対し、諸侯や領主たちの不満が大きくなっていきます。また、さらにジョン王は大司教の叙任権、司教様を認める権利ですね。この大司教の叙任権をめぐってローマ教皇と対立し、怒ったローマ教皇からキリスト教を破門されてしまいます。破門。要はキリスト教徒をクビになったということです。時代は中世。前の課でお話しした通り、王様の力より教会の力の方が強かった時代です。破門されたジョンを見た周囲の人たちは、うちの王様やべえぞ。教皇様に破門されたと驚き、王様の部下たちは王様から逃げ、諸侯たちもドン引きしてしまいました。さらに隣国のフランス国王にキリスト教徒ではない国王を討伐するという戦争の口実まで与えてしまい、とにかくこのジョン王は失敗続きです。そこでとうとう諸侯や僧侶の怒りが爆発し、その結果出されたのがこのマグナカルタです。マグナカルタとはラテン語で、英語ではグレートチャーターオブザリバティと言い、日本語では大憲章とも呼んでいます。この内容は教会の自由を認め、また逮捕公金権と課税権の乱用はしないというものでした。これが民主主義への第一歩でした。マグナカルタは市民たちが革命を起こして勝ち取ったものではありません。
諸侯たちが暴君から権力を奪ったというものでした。しかし、王様も法、ルールですね。ルールに従わせ、王様の権力を制限することに成功したということで、民主主義への第一歩として日本の学校では学習します。ぜひ覚えておいてください。2、権利の請願。さて、その後、このマグナカルタが無視されて反乱が起きたりもするのですが、代々イギリス国王はこのマグナカルタを踏襲していきます。しかし、ルネサンスを経て、近世になると、教会よりも王様の力が強い絶対主義の時代がやってきます。絶対主義の時代になると、また王様が強くなるのです。イギリスの絶対王政を確立したのはエリザベス一世でしたが、彼女の死後、ジェームス一世が即位しました。この方ですね。このジェームス一世は王権真珠説を持ち出し、暴君となります。この時は議会がなんとかこの暴君を抑えることができたんですが、そのジェームズ一世の息子、チャールズ一世が王様に即位すると、今度は議会の意向を完全に無視してしまうのです。そこで議会が出したのが権利の請願、または権利請願というものでした。これはマグナカルタの再確認という内容のものです。ところがダメでした。このチャールズ一世はこの権利請願も無視するんですね。そこでイングランドの人たちはこの暴君を倒さない限り自分たちの自由と安全を守れなくなると考え、最初の市民革命、ピューリタン革命を起こしたのです。王様のグループ、王党派と議会のグループ、議会派に分かれ、1642年、内戦に発展しました。その後、議会派はクロムウェルを指導者にして、こちらですね。クロムウェルを指導者にして、国王の軍を破ります。そして、議会派が勝利する。これがピューリタン革命で、日本語では正教徒革命とも呼んでいます。3、権利の昇天。ピューリタン革命の結果、チャールズ一世は処刑されます。その後、11年間、イギリス史上唯一の共和制、つまり王様のいない時代が続きます。ちょうどその頃、ホップスのリヴァイアさんが出版されたんですね。ホップスはピューリタン革命の内戦で人間のむごたらしい姿を目にして、人間の本性は悪だなんて考えたのかもしれません。共和制の時代、指導者となったクロムウェルは厳しい軍事独裁体制を敷きます。そして、クロムウェルの死後は再び王様が即位し、王政が復活するのです。これを日本語で王政復古なんて呼んだりしていますが、ところが、革命を経験した国王、王様と議会の信頼関係はなかなか回復せず、国王が専制政治、つまり暴君となろうとしたり、カトリックの復活を図ったため、1688年、議会は一致して国王の退位、つまり国王をクビにするということを決め、オランダから新しい国王を迎えます。この一連の出来事を日本語では名誉革命と呼んでいます。この名誉革命を統治理論、市民政府理論といった論文で理論的に擁護したのがロックでした。ダメな権力者はクビにする権利がある。前の課でお話しした抵抗権、革命権のお話です。そして、その後、強い王権はまた暴政につながりかねない。として、イギリス議会が権利の昇天、または権利昇天を宣言します。これによって王様はマグナカルタの伝統に従うべきだと再々確認され、王様の力をがんじがらめに制限しました。この状態を表し、国王は君臨すれども統治せず。この言葉ですね。これ日本の学校で覚えさせられるんですが、この国王は君臨すれども統治せず。
要は、王様はいるけど、政治には口出さないよ、という意味の言葉です。こうして、ようやくイギリスの人たち、イングランドの人たちは、絶対王政という国家権力から自由を勝ち取ることができ、さらには、立憲君主制と議会政治を手に入れ、イングランドはヨーロッパで世界最強の国となったのです。